皆さん、こんにちは。今日は福岡に用事があって、帰りは大阪までフェリーで帰りたいと思います。小倉駅には駅ピアノがあるので、少し弾いてきましたよ。相変わらずの下手くそですが、ご覧くださりありがとうございました。車掌さん、今から新門司港へ行ってまいります。新幹線口に新門司港へ送迎してくれるバス乗り場があります。階段を降りてテラスのような場所に出ると右側にはメーテルと鉄郎の銅像が迎えてくれます。メーテルと鉄郎がいましたよ。メーテルが細すぎて私は横に並べないな。送迎バス乗り場の案内の看板があります。階段を降りると右側に阪急フェリーと東京九州フェリーの乗り場がありますが、名門太陽フェリーの乗り場ではないようです。左の駐車場に名門太陽フェリーの送迎バス乗り場を発見しました。名門太陽フェリーさん、車椅子乗車のため停車バスを準備してくださりありがとうございました。JR 小倉駅から新門司港までは約40分。この長い距離の無料送迎は素晴らしいサービスだと思います。目の前には今日乗船する1便の大阪通が停泊しています。この大阪通は2015年に就航したフェリーです。側面には開放窓があって、トラックや乗用車の排気ガスが自然に換気できるようになっています。最近の大型フェリーには見なくなった仕様です。名門太陽フェリーの1便は新門司を17時に出港し、大阪南港には翌朝の5時30分に到着です。さて、ターミナルにいざ出陣じゃあ。なんか空いていると思っていたら、あと20分ほどで出港ではないですか。これは急いで乗船です。1階から3階へ登る長いエスカレーターを使い、乗船口へと向かいます。3階に登ってくると、フェリーニがお出迎えです。人道橋を渡るときが一番ドキドキ、ワクワクする瞬間です。実は意外と今日乗船する1便は初めてなので余計にワクワクしています。奥には2便の福岡が待機していました。こちらは19時50分出港です。ウェルカムとフェリーニがお出迎えです。さあ、船内に入るよ。最近のフェリーのエントランスが豪華すぎて大阪通には悪いけど物足りなく感じました。お部屋の鍵を案内所でいただきました。昔ながらの鍵タイプの方が私は好みかも。今回のお部屋は8階にあるので階段で6階から8階へ上がることとしました。今日はなかなか出会えない快晴の日なので
お部屋に行くのは後回しにしてデッキで出航を見たいと思います。それにしても珍しくこのいい天気、絶好のフェリー日和になりました。嬉しすぎる。東京九州フェリーのソレイユが対岸に停泊しているのが見えますね。またいつか乗船したいフェリーでもあります。簡単そうに巻き取っているように見えますが、下手をすれば巻き込まれそうです。熟練の技が光ってました。フェリーはゆっくりと出港しました。離岸時、船を横方向に動かす動力装置により海面が泡立っています。これは私の大好物です。夕日と2便の福岡、そして出港を見る人たちの情景が何とも言えないぐらいいいよね。皆さん、行ってきます。大阪南港までの約12時間の船旅を楽しんでまいります。うわ、海面の泡立ちが半端ない。離岸するための全速前進のフルパワーなのかもしれません。この光景は美しすぎる。目に焼き付けておかないとね。新門司港と名門太陽フェリー福岡が少しずつ遠ざかっているよ。夕日にこの光石はフェリーファンにはたまらない景色です。今日乗船できたことに感謝だな。この澄んだ青空にファンネルの赤色が映えて綺麗だな。周防灘を航行するフェリーの美しいこと、これは夕日が沈むまで鑑賞会だな。
今日はいいものを見させていただきました。最高だね。さて、お部屋に参りましょう。この8階はデラックスとスイート専用の階でもあります。この豪華そうな通路はさすが上級のお部屋といったところでしょうか。エントランスのあの物足りなさに対して、このデラックスとスイートに続く通路の豪華さは何なんでしょうか。ここからがスイートのお部屋になります。今回の私の後ろはスイートの S202 号室で一番選手にあるお部屋です。のんびり滞在を申請しておきました。これで翌朝7時まで船内にいることができます。うわ、すごい、スイート。こんなに広いんだ。それに高級感が半端ないな。窓際には大きなソファーにテーブルもある。窓が2つもあって、カーテンを開けるとご覧の通り、素晴らしい景色が見えます。テレビのある角から見たスイートはこんな感じです。ソファー側から見ると空気清浄機にデスク、クローゼットが配置されています。サイドベッドテーブルから見たお部屋の感じです。デスクの上にはティッシュペーパー、インスタントコーヒー、ミネラルウォーター2本、そしてケトルが置いてあります。ミネラルウォーターは冷蔵庫に入れました。デスクの下にはパナソニックのドライヤーがあります。そしてその下には湯飲みと緑茶スティック、奥にはグラスもありました。隣には冷蔵庫もあって、先ほど言っていたミネラルウォーター2本です。サイドベッドテーブルの上にライト、そして各照明スイッチ、目覚まし時計、コンセントがありました。クローゼットには木製のハンガー、消臭スプレー、ナイトウェア、バスローブ、ブランケットがあって、スリッパは備え付けの黒いスリッパ、使い捨ての白いスリッパもついていました。ユニットバスではなく、タイル張りのバスルームです。とても高級感があって、これがフェリーの中だとは思えない設備です。洗面台の上には歯ブラシ、コップ、そしてハンドソープが置かれていました。お腹も空いてきたので、レストランへ向かうことにいたします。エレベーターで8階から6階に向かいます。さて、6階の展望レストランへ入りましょう。名門太陽フェリーはバイキング方式です。入り口付近でチケットを購入します。料金は2000円です。朝食のセットにしましたので2300円でした。名門太陽フェリーのバイキングは久しぶりですが、メニューが少なかったように思います。
お客さんが少ないからだったのかな。私の好きなカツオのたたきがあってほっとしました。食後のお楽しみのスイーツの種類が少なすぎて物足りません。今日の夕食のメニューはこちらです。これは私には元は取れないな。デザートにソフトクリームを巻き巻きしました。ごちそうさまでした。お腹も満腹、余は満足じゃ。帰りにショップでも覗いてみましょう。名門太陽フェリーのオリジナル商品、キャラクターでもあるノリーナのキーホルダーが売ってました。名門太陽フェリーには船長の帽子をかぶっているフェリーにセーラー帽をかぶっているノリーナがいます。二人合わせるとフェリーにノリーナとダジャレになっているんですよ。面白いね。丸いマグネットには二人仲良く揃ってました。関西のお土産はいつもと変わりない馴染みのあるものばかり。新しいものも並べてほしいな。深夜に食べるカップラーメンはさぞかし美味しいんだろうな。けどこれ以上太るのは困る。次は九州のお土産を見てみますか。やっぱり九州のお土産はひよこまんじゅうだよね。フェリーニがひよこになってたね。お部屋に戻ってお風呂の準備をし、6階に戻ってきました。フェリーで入るお風呂は最高なんですよね。今日は遅い時間に来たので誰も入ってないといいのだけど、どうでしょうか。今日の疲れを取ってくるぞ。露天風呂もあったらいいのにな。さあ、入湯だ。今日は運よく誰も入っていなかったのでよかったけど、これは混雑すると狭すぎるな。ふう、気持ちよかった。やっぱりフェリーのお風呂は最高だね。ソファーでゆっくりしてから来島海峡大橋を見に行くぞ。来島海峡大橋が私としたことがやってしまった。けど暗すぎて航空障害灯だけが点滅して橋があるとわかる感じだね。高感度カメラが欲しいと思う瞬間でもあります。早朝に大阪南港に到着なので船内に戻って寝ることにいたしましょう。今日は綺麗な夕日を見れたことに感謝しておやすみなさい。おはようございます。現在朝3時31分です。時間があるので少し船内探索をするぞ。メインフロアでもある6階のエントランスです。6階のエントランスには乗船記念ボードがあって、乗船記念に撮影するのもおすすめです。奥にはプロムナードという場所にハイテーブルと椅子が配置された休憩スペースもあるんですよ。同じフロアにはテレビラウンジという場所もあります。
キッズルームもあるんですが、こんな看板がありました。大きい大人、ガリバーでも来ていたのでしょうか。記念スタンプは欠かせないイベント。地味だけどこれをしないとフェリー乗りとは言えない。7階に上がりましょう。6階のような広いスペースではないですが、ここにもテレビラウンジがあります。そして展望ラウンジ、景色を見やすくするようにお部屋を暗くしているそうです。これは要望ですが、次の心臓戦では展望ラウンジは選手にしてほしいな。ああ、またやっちゃった。明石海峡大橋も越えてしまった。ごめんなさい。2度目の失態お許しください。船内に戻って大阪南港までお部屋でゆっくりしましょう。言い忘れていましたが、のんびり滞在は乗船後、受付で17時半から19時半までに申請しないと使えないので注意です。入港を撮影する予定だったのに、またやってしまった。大阪南港に着岸しているではないですか。ごめんなさい。2度あることは3度あると言うけど、3度目の失態を犯してしまった。朝6時15分、気を取り直して朝食をレストランへ食べに行くぞ。のんびり滞在を申請すると、朝食が6時15分から6時40分の間に食べることができるんです。朝食メニューはとても少ないのが難点です。これで500円は少し高いかもしれませんね。いただきます。ごちそうさまでした。どうも私たちだけしかこの時間の朝食はいなかったみたいです。お手間を取らせてしまい申し訳なかったです。ごちそうさまでした。さて、朝日を見るためデッキへ出ることにしました。愛媛県は東予港から大阪南港行きのオレンジフェリー大阪が停泊していました。両船のダブルファンネルいただきました。朝日が昇ってきましたよ。見ることができてよかったです。そろそろ7時なので船内に戻り、6階エントランスに移動です。下船です。航行時間12時間半、のんびり滞在1時間半の合計14時間。とても楽しい船旅でした。ありがとうございました。大阪南港の人道橋がとても長いです。乗船時ならこの長さがテンションを上げてくれるのですが、下船時は寂しくてかなりテンションが落ちちゃいます。名門太陽フェリー大阪2またね。
朝日が三色団子の最後の団子だけが残っているようでした。最後の団子がいつも食べにくいんだよね。のんびり滞在をしている間にフェリーからトラックや乗用車は全部出て行ってしまったようです。それにしてもこの1便のつながっている大阪南港の人道橋は本当に長いです。やっと大阪南港のフェリーターミナルの建物に到着です。フェリー乗り場からニュートラムのフェリーターミナル駅は直通通路でとても便利です。だから送迎バスの時刻も気にせず、ゆっくりと帰れるのが嬉しい。素晴らしい夕日と鉱石、スイートの豪華さ、名門対応フェリー大阪2の動画はいかがでしたでしょうか。今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。